話そうかな。はい。まあ、僕がこの世界に飛び込むきっかけっていうか、上京したのが14歳で東京、正木森っていう漫画家の、アシスタントになりました。それはもう正木森は僕にとって父親、育ての親です。もう単なる田舎の漫画家志望の憧れの人でしたね。それでまあ運よく、アシスタントになったんですけれども、まあなんせ14歳です。14歳っていうとまだ中学校を卒業してなかったのね。それで家出してきて、卒業を待ちきれずに家出して、16歳であるって言って、嘘こいて、そんで雇ってもらったんだけども、まあ、詳しく言うともうそんなことはもう、正木森氏にとっては分かってることで、彼が一番ショックだったのは、まあ僕の描いてる絵を見て気に入ったことももちろんあるんですけれども、こういう子がこう断って、そのままとにかく放り出したら大変なことになると、こいつはちょっとやばいやつだと感じたんですよね。ですから足止めの意味もあって雇ってくれたんです。でそれでまあそういう経緯があって、でも結局は中学生の坊主頭で田舎から出てきた芋の子のようなもんですから、誰が見たっておかしいわけです。それが夜の夜中徹夜明けだとか街中寝静まったあの頃っていうのはほとんど今と違って、夜は静かでしたから、そこをうろうろしてるそういう不審な少年、それはやっぱり職質されますよね。職質されて見事、なんていうかな、家出少年であるということをバレてしまって、一旦田舎に戻されて、そして卒業して正式に東京に来ました。それで漫画家のアシスタント生活を始めました。その頃はもう音楽なんていうのは頭に全然なかった。もともと僕子供の頃から音楽には全く興味がなかった。かえって反感すら持った。多分それは僕の身の回りに音楽教育っていうものはなかったからです。音楽っていうものはラジオやテレビでかかってくる歌謡曲ぐらいしか知りませんでした。それを聞くと僕はもう世間に対する敵対心とかもうメラメラ燃えて、もう演歌なんて聞くともう明日もなんか、生きていけない。もうこんなものを聞く人間と一緒に社会生活するのは絶対嫌だって思った。その中で正木森がいて、この人の世界だったら僕はやっていけると、生きていけると、それに僕のやりたいこともできるであろうと。やりたいことは僕は絵を描くこと。ですから音楽の重要性なんて感じていなかった。でも時々何かポッと音楽が入ってくる時があって、この曲いいな、気に入ってしまって、それで聴いたりするんだけど、でも全曲は聴けないのね。その頃聴いても要するに分かってないから勝手な解釈しかやってないからね、自分が思ってるものと違ったものが入ってて、ですからいつも音楽を聴くと不満が残る。でも絵と音楽っていうのは本当腹違いの兄弟みたいなもんで、いつも同伴者的につかず離れず沿って進行していくものだと思うんですよね。そんなわけでいつも身の回りには音楽がありました。いつも好きな
興味がある音楽、ひょっとしたらこれはいいんじゃないか、これはきっといいと思って、そういう感じで聴き続けてはいました。それで、ある時に自分で書き出した時に、やっぱり、お漫画界っていうのを幼い頃に入って、その裏の方まで、見てきて、もう大体のことは分かって、それに対するまた今まであれほど憧れていた漫画家に対する反感で持ち出してしまって、それを打破するにはどうしても絵だけではダメなんです。文学も必要だし、そういう映像的なものも必要だし、一番必要だったのはその直伝わってくる音楽の感じ、音楽が体の中に入ってくる感じ、それがすごく僕が漫画を描く上で重要だって感じ始めて、それで真剣に聴くようになった。真剣に聴くようになって、ただただこう偏屈みたいにこれもつまらんあれもつまらんって言うんじゃなくて、大体日本人がやってるその音楽、どういうものかって一応リサーチっていうか知るためにもほとんど全て聞きました。それと同時にわからないままにロックを聴いてました。そんな感じでもう漫画家生活始めて独立して漫画家生活始めて、まあ通り一遍のやっぱり当時若者が聴いてたようなものを聴いてました。ジャニーズから始まって地味編を聴いてみたり、その頃、プログレが流行ったプログレ聴いてみたり、グラムロックが流行ったらグラムロック聴いてみたりとか、パンクが流行ったらパンクを聴いてみたりと。まあ、要するに規制の大手のそういう、レコードが、レーベル、それを中心に聴いてました。でもまあ、70年代後半、80年代近づくと、ちょろちょろニューウェーブ、そういうインディーズが出てきて、そうすると、やっぱりそっちの方の音を聞くようになってきました。それで、漫画界っていうのは、食い詰めた、他の業界の人たちが、漫画の雑誌なり編集なりに関わって結構食ってたんですよね。演劇関係の人とか、音楽もちろん音楽関係の人、それがこうアルバイト的に編集をやったり文章を書いたり、そういうこうなんていうかな、遊びのできる場がまだその出版界っていうのがあって、その中で知り合うことになったのが遠藤道郎。かといって彼ともそんな親しくは付き合ったことなかったんでね。ただ彼も要するにもう今までフォークやってたんだけど、もうロックバンドを作りたいって言って、もう名前も決めてるんだ。あとはベースがいないんでベース探してるとか言って。まあ僕も実は、ちょっとロックやりたいんだなーっつってそういう話をね言ってきてて、彼はまあやりたきゃやったらいいんじゃないのっていう感じでね、まあその程度の付き合い、それと同時に、自販機ブームみたいなのがあって、そこでそういう、大学でロックやってるとか、その日本のアングラシーンみたいなものがポッと出てきてて、そこでやってるやつらが自分たちのページを持ったり、自分たちのギグの宣伝やったりという場があったんです。その中でこう、
裸のラリーズが当時、ちょっとこう、表面で出て、ちょっと、コマーシャル的になんていうかな、ちょっと頑張ろうっていう時期があって、それで、こう、ビジュアル的なものを、こう、なんていうかな、僕にやってくれないかなっていうんで、ヘブンで記事を描いたり、イラストを描いたり、したのね。それがまあ、きっかけといえば、僕がこうバンドをやるきっかけ、大きなきっかけですね。その、ラリーズとの付き合いは、水谷氏との付き合いではなくて、ラリーズのマネージャーのジム君との付き合いです。ジム君っていうのは長野県の人で、当時僕がデビューして間もない頃、文学関係のサークル、そのサークルで漫画の好きな人がやっぱり結構いまして、そのサークルのサークルの中に入ってるこう、短歌を書く人がいて、短歌を書いたり、まあちょっとした文章を書いたりする人が長野の大学生でいまして、彼が僕のことを気に入ってコンタクトをくれて、それでお話ししてる間にこうやっぱり、最近も漫画も面白くなくって、ちょっと音楽の方が興味があって、ロックやりたいんだなっていう話もやっぱり彼ともしてて、そうすると、じゃあ宮西さん、裸のラリーズって知ってるって言われて、名前だけはどういうわけ知ってたの。ローリングストーンズっていう雑誌がありますよね。あれの日本版に、日本のロックシーンのちょっとしたゴシップ記事みたいなの載ってるのがあって、そこでよくラリーズって出てて。フランス国営放送で。そう。だから知ってるよ。でも見たことないよ。聞いたことないよって。レコードとか出てるのって。いや、そんなの出てないよってね。それで、ジム君を紹介してもらって、ジム君の漫画が好きで、僕のこと気に入っててくれて、それで、ラリーズのライブ、屋根裏のライブとか、法政大学のライブに呼んでもらって、見せてもらったのね。それがラリーズとの、触れ合いで。それは何年頃ですか？それは、80、いや、俺がね、15歳の時に男性科としてやってるんで、で、その時もすでに宮西さんの歌とかバンバン16ぐらいだったから。何年ぐらいでしょうかね。70ね、70、パックね。パンク元年のその次の年ぐらいだったから、78年、そうですね。多分僕の最初のピップ単行本、あれが79年出たから、その前の子だから、ね。もうその頃、彼のうちに行くと、もう大階段とか山のように積んであって、ガストローマンに、で、宮西さんのとかすごい気に入ってて。そっか。まあ、そういう感じで、日本のアンダーグラウンドの関わりが少しずつできていったわけです。それで、時はもうちょっと、流れていかないと、83年あたりに、とにかく、レコード出したいなと思ったんです。曲も、2、3曲あったので、それはまあ、鼻歌マジに歌ってる程度だったんだけど、それをこう、レコードにしたいと思って、それで、ある編集を介して、なんていうかな、漫画家で、こう、なんていうかな、ハードロックやってるやつがいて、もし、宮西さんが
バンドやりたいって言うんだったら手伝うよって言ってくれた男がいて、まあその男と一緒に3曲自宅録音で録音したのね。僕もバカだから録音したもんそのままこれはいけると思ったのよ、第6巻でね。その手伝ってくれた彼はそれを聞いて君のように勇気のある人は初めて見たってで驚いてたけれども、ちょっと無謀なことだったのね。それを当時大阪のチャンネル0から出てた「満金町」っていう漫画の本がなんで出てたんだけど、それに僕作品頼まれてて、それと同時になんていうのか付録としてレコードも出してよって言って「いいよ出そうか」って言ってそこで出そうと思ってたんだけれども、いつまでたっても僕の作品ができてこない。あれがマイラーなんです。そう、それがマイラなんだけど、その話はそのまま立ち消えになって満金町に乗るはずのマイラも乗らずに、後に、SM スナイパーの方で分散して、乗せたのね。それで形でされたのってよと思ったら再発なんです。そうです。カップリングになって。はい。それでですからそのレコードにしようとして録音した音源がそのままあるので、とにかくメンバーを探そうということになって、当時付き合ってた編集の山本君っていうのがいてね、総流社っていう辰巳出版の子会社かな、そこの編集で、彼も熱心な僕のファンで真剣に編集としても友達としても付き合ってくれて、でバンド集めに協力しようと。彼はやっぱりレコードコレクター、ジャーマンプログレのコレクターだったかな。それでモダンミュージックとかイースタンワーク、要するにフルズメイト、そこら辺の人脈があって、北村とも友人で、それでそういうこうモダンミュージックとかそこら辺に定義している中に彼のちょっと目に留まった人材がいて、それが初代の女のドラムになってくれた松谷健君。それでギタリストがいるっていうので探したらレコーディング卓録のレコーディングを手伝ってくれた方の友人のまたその友人でちょっと遊んでるギター弾ける子がいるからって紹介されたのが栗原道。じゃあオーディションの家に来たんですオーディションって一応ね形ばかりのね、そんなもう最初からもう決めてたとにかくなんていうかなメンバー集めたかった。それでベースだけはやっぱりなかなかいなくって、とりあえずその僕と栗原君と増谷君の3人、それでなんていうかな京成出版に勤めてたアルバイトの女の子がいて、その子もいろいろお手伝いしますよっていうので、それで、その女の子は割とドスの効いた女の子ですごく美しい女性だったんですけども、優しい彼女にベースを弾かそうと僕は思ってたのね、思ったけど手伝ってくれる山本ちゃんって言いましょう。山本ちゃんが
彼女のことをちょっと嫌っちゃって、でちょっと彼女の方も最初ベース持って弾いてくれたんだけどもちょっとうまくいかなかったのね。だからもうちょっとベースレスでいこうということで、それで松谷栗原僕とその3人でリハーサル繰り返して、それでいろいろ細々した連絡事項とかあるからマネージャーは必要だっていうことになって、その頃そういう三流誌の音楽コラムとか時々アルバイト的に書いてた若い子がいて、立教の子だよね、立教の学生がいて、それが赤田雄一君で、それでそれでまあね、もともとこちらは出版界の人間だからいろいろつながりがあるから、もうこの際だからどっかで要するにもうバンドを立ち上げたっていうような記事っていうかな、インタビュー記事を取ろうということで、バチュラーっていう辰巳書芸ターゲットバチュラーじゃなかったっけ、まあそういうグラフ紙で松谷さん持ってますよ。3、4ページのインタビュー記事を取ってバンドの名乗りを上げたわけですよ。それでデビューしようっていうことでそれデビューするにはやっぱりこう自分たちで全部企画して対バンも自分たちで決めて、だから女と、それで女のその録音を手伝ってくれた彼のユニットと、それと誰かいないかなっていうので、その長野県にいたそのラリーズのジム君を紹介してくれた人に誰かいい人いないかなって才能あるのいないかなって言ったら、今長野で松本で才能あるって彼しかいないって紹介されたのが当時1819の皇帝ペンギンパラダイスっていう、男の子で、でまあ電話かけたりはがきもらったり音源を送ってもらったりして、それで僕も一発で気に入って、それからの付き合いなんですね。で今回あれからかれこれ40年でやっとさ本当の意味での彼との共作、二人三脚で音が作れた、まあ作れたんですけどね、まあそんな感じなんですよ。それでまあデビューしようとデビュー今度はこう本当にライブをやろうっていうんで場所まで決めて、それは新宿のロフトで決めてというふうに決めて企画通して、であとはもうリハーサル、それでやっぱりベースがいるっていうので、当時付き合ってた、法政大学ロックスオフっていうところの偽学生の森谷っていう人間がいて、彼に相談したら、いいベーシストがいるからそれを助っ人で紹介するって紹介されたのが安井君っていう、下の名前が忘れてしまったんですけども方で、彼がそのデビューライブとその後のデビューツアー、それに続いてツアー生意気に関西ツアーまで出たんですよ。それに付き合ってくれた。まあそういういきさつで、本格的にこうバンド活動を始めたわけです。
構その頃はポリティキナルタルベルは発売されて、されしてました。インスタンユースとかずっとナンバーワンで。はいはい。でもあの頃のリサーチ、インディーズチャートのリサーチっていい加減なもんで、そんなもんあってなきにして、東京都内所要のこう輸入版屋さんへ置かしてもらうでしょ。そこの売り上げっていうか、それだけしか計算してないから。でもまあ、シングル部門、EP 部門とかな、それでは一応ナンバーワン続けましたね。半年ぐらいそうだね。そうなんです。半年目から3ヶ月ぐらいかな。でも、どれが作ったら1000枚作って、やっぱり売り切るのに、やっぱり1年近くかかったかな。出たってもそんなもんですよ。まあ、そういう、経緯でバンドを始めて、なんだろうな、その形態は、そのメンツは、1年持たなかったね。その年の、クレあたりかな、クレあたりには、そう、ちょうどシルバーエレファント、関西ツアー終わってシルバーエレファント、多分10月ぐらいだったと思うけど、それを最後に、松谷くんが抜けました。その後、栗原くんと僕と2人になったのかな。その前に上野山幸喜さんが。あ、その後です。幸喜は後。2人だけでやって、2人だけでエクスプロージョン、ジャム、6名間というふうにやって、それで、ある程度満足したんです。クリちゃんも僕もその2人でやる出せる音の、僕がこう構想を描いて、彼がそれを具体的な音にしてくれた、それが一応できたところまでと思うところまでいけたのね。それで次のステップっていうので、やっぱりドラマーを入れようっていうんで、上野山幸喜君にドラムに入って、リハーサルに入って、リハーサルしたの。それで何度かライブしたと思います。そこら辺はね、やっぱり記憶が飛んでまして。その頃、そうね、それで2度目の、その翌年2度目のツアーに出たんですよ。あなたらしくかって。そう、それ、3人で、クリちゃん、コウキ、僕と3人で行ったんですけれども、全然不調で、全然良くなかった。花たらしも結局一緒にできなかったのね。その前に、花たらしの愛ちゃんが自分で自分の足、チェーンソーで切っちゃって、それで、共演はできなくて。大阪のフロストっていうバンドの人たちが世話してくれたんですけど、それでそのツアーを終えて帰って、ツアー後のライブっていうのは何本か決まってて、さあそれやろうかって言ってたら、はっきり言って僕がクビになっちゃいましてクリちゃんとコウキが独立して北村と組んでイボイボを作りました。それでライブ予定決まってどうしようかなって言ってる時にやっぱり、もうまた勝手なことですけど皇帝ペンギン君に頼んでその頃彼がやってたグラトーンっていう名前をつけてやってたと思うんだけれども、それがまだちょっと後か、カメラが出てきて、で、飲んでくれて、歩いて全部電話使って、で、それで、そこにバンドが入ってきて、
あの頃はめちゃくちゃでしたね。ペンちゃんに助けてもらってあれだライブをこう何回かやったのかな。ゲリラはそうですね、4回、5回ぐらいで。僕の記憶とはちょっと違うんだけど、ゲリラって雲とハエの後だと思うんだけど、その前だっけ？全然前。思い出した。そうだ、ゲリラが先なんだ。おいぼのクリちゃんのギターに田村がビビって顔ざめて、でまともなことやってる。そう。当時、インディーズがボンボンタケノコのように出てきて、その中の一つのレーベルがあってね、その中のバンドのレコ発記念かなんかのゲストでやることが決まってて、それ姉ちゃんに手伝ってもらってエレクトリックゲリラとかいう名前でねその名前つけてくれたのは岡田君でそうモダミュージックでね、思いっきりバカなバンドでしたねダイナミックですね。でもそれをしばらく続けたんだよね。そうですね。僕はねその記憶がなくってね、どういうふうに練習したのかっていう記憶もなくって、そしてその後にそれからやっぱりしばらくブランクがあるのかな。僕も漫画の方とかイラストの方とか、引き続きやっててしばらくやってなかったのかな。音楽関係は聴く方ばっかりで、その方聴く音楽はもう既成の大手のレーベルのものを聴かなくなって、あとインディーズも聴かなくなって、何を聴いてたかったら後戻りしだしたんですよ。ブルースの方に興味を持ってブルース聴いたりガレージ聴いたり。ガレージとブルースっていうのは僕にとってはすごい直立したもので、そうやって聞く方にばっかり、回ってて、時々気が向いたら、なんていうの、歌作ったりしてはいましたけれども、ライブはやってなくって、その中でそうやってるうちに光のアダムっていう若いバンドがコンタクトをくれて、その光のアダムの岡君っていうのは熱心な人で漫画のこともよく知ってて、僕の師匠である正木まりのことも大好きで、その関係で僕のことも興味を持ったんだと思うんですけども、彼がコンタクトを取ってまたライブに引きずり出してくれたんですね。その時バックを務めてくれたのがペンちゃんがやってた頃のバンドなんです。それで名前も雲とハエっていう名前をつけて、宮西慶三と雲とハエっていう名前でライブを続けました。また再開しました。それで、しばらくやって、それも何年ぐらいやったかな。ねしてトリオになって、そうだね。2年ぐらい。89年から90年ぐらいまで。そんな年だってしみずにした。それで最後やったのが法政大学のなんかロックイベントで、いろんなタイプのバンドが何日間にわたって法政大学のホールでやることになって、そこで、お化粧バンド特集みたいな日があって、そこに行ってるはずだったのね。でも多分というか冬だったんですよ。ストーブカンカン焚いてやってて、そこにお湯沸かしてたんですよ。茶瓶を置いて。それをなんていうかな、キューンとまたごうと思ったら、またぎ損ねて、足にもろ熱湯をかぶってしまって、それで大やけどして、それでそのライブに僕出れなくなって、もう、雲とハエだけでやってもらって。それが最後だったかな、雲とハエは。
そこで来た、可愛い方が、そう、で、うん化粧バンドになって、あの時、白石民生さんとか、あ、そう医療士の大学とか、あ、やっぱ、白石民生さんとか、ニューウェーブバンドってことだな。あ、お化粧バンドの特集もあったと、いうことなのかな。まあ、それは多分、どうなんだろうな。岡君の方の企画なのかな、それ。なんじゃないですかね。多分場所は法政大学だってる。アダムも出てましたから、うんそうですね。あ、そうだ。そこが最後じゃなくて、その後、うん。また、アンティノックかなんかに行っていたんですけど、うん。その時は、ドラムの太鼓が、私に全く同じところに同じ、やけどして、ああ今度はその時は太鼓で、また二人で、うんで、次は俺じゃないかって言われて、だけど、そうか。まあ、そういう形で、僕の音楽活動を始めた初期から、現在まで、つかず離れずっていう形で付き合ってくれてるのが、コーテペンギン君ですね。